こんにちは、ホーズライフです。家の中のもの8割手放しました。雑貨屋さんみたいな部屋に憧れて、アートとかオブジェ、花瓶、所狭しに並べていたんですが、一向に雑貨屋さんっぽくならず、おしゃれ感もあまり出ない。ただ物が多い部屋になってしまった。言うならば雑貨屋さんというよりも物置き場という感じでしょうか。そんな私が8割のものを減らしてみた。2割だけの世界は想像していたものとは少し違うものでした。今日は私自身が身をもって体感した物を減らすことによる想定外の変化についてゆるりとお話ししてみようと思います。早速一つ目、ズボラのまま幸せに生きる。几帳面でしっかり者、提出物だって漏れなく期限のずっと前に出来上がってる。これが偏見だらけの私のミニマリスト像でした。すごいよねってただただ遠くから見ていたそんな存在。ミニマリストを目指そうとかそういうのではなく、なんとなくで捨て活を始めることにした私。もちろん続くわけはない、そう思ってました。だけど物を減らしてみてじわじわと分かってきたことがありました。物が少ない暮らしって思っていたよりずっと懐が深いのかも。物が少ないってだけで散らかるまでに時間がかかる。ちょっと掃除をサボっても案外余白が残ってる。たかが余白、されど余白。この余白のおかげでゴロゴロしている自分に少し優しくなれた気がします。そういえば物を探すことも減りました。メガネ探しに翻弄される朝はもうありません。この世に穏やかな朝は存在するらしい。なぜだか時間がある、そういう日が増えました。必要なものの種類が減って買い物の回数が減ったのは大きい気がする。もともと買い物は楽しんでいるつもりだったんですが、やっぱり私はドラマを1話多く見れる幸せの方が嬉しいかも。気持ちよくサボれる。物が少ない暮らしはなんとも優しい世界でした。それでは2つ目、物欲はなくならなかった。物欲と食欲の大きさには結構自信があります。だからすごく興味があったんです。物欲がないってどんな感じかなって。とあるミニマリストさんがこんな風におっしゃっていました。物を減らしたら物欲がなくなりました。私も物を減らしたら欲しいに振り回されなくなるのかなってちょっと期待してました。だけど現実は甘くない。物欲はしっかり残ってます。器も洋服もバッグも欲しいです。でも少し変わったかもって思うことがあります。欲しいの向こう側がちょっと見えるようになってきたことです。例えばあのバッグが欲しい。その奥に見栄でいっぱいの自分を見つけたり、はたまた毎日に何か刺激が足りない、そんな時退屈さを買い物の高揚感で埋めようとしていることもある。一体私は何をどう満たしたいのだろうか。そんなことを考えるようになったら、なんとなくパターンが見えてきました。このタイプの物欲は美味しいものを食べれば忘れるなとか、このタイプはちょっとドライブでも行けば気が晴れるかなとか、手がつけられなかった物欲をついに手のひらで転がす日がやってきた。無の境地にはまだたどり着けませんが、買い物に頼らなくてもちょっとご機嫌でいられるようになった。
食欲の方もうまく扱える日が来るのでしょうか。それでは3つ目。真剣に選んでも失敗する。買い集めてきたものたち、どれもこれも嫌いではないけど好きでもない。そう気づいてしまった。思い返せばずっとなんとなくで買い物をしてました。なんとなく便利そう。なんとなく気に入った気がする。まあそんなもんでしょうって当時は思っていたんですが、物を減らしてからは買い物一つへの情熱がなんだかどんどん高まっていきました。少ない分とっておきがいい。レビューを見る、比較する、時間をかけて悩む。これなら200点って納得できるものを選ぶようになりました。ですが、満を持してお迎えしたものでも使ってみるとあれってなること、今でもやっぱりあるんですよね。自らのセンスのなさ、恨みたくなる日もありましたが、いや、これはセンスだけの問題ではないのかも。最近そう思うようになってきました。物を減らしたら私の中のもっともっとが減ってきた。そう思ってたんですけど違ってました。今度は絶対に外さない精鋭部隊を作るのだって量ではなくクオリティの方にもっともっとを求めるようになっていた。盲点でした。使ってみないと結局のところはわからない。ということで買ってすぐにジャッジするのをやめました。使い始めてからが本番だよって最近はゆるーく捉えてます。すぐに見切りをつけずちょっとあがいてみる。だんだん手に馴染んでくる感覚が出てきたりして、もう気づいたら、ああ私はこれがないと生きていけないって最強の相棒になっているなんてことがあります。たとえ大当たりじゃなかったとしても、それを1年後に大当たりにしていく。これは私の腕次第。きっとその方が暮らしも楽しいんじゃないかなと最近は思ってます。4つ目、減らしたのにある。ふわっと始めた捨て活。正直続くなんて思っていなかったけど、もう3年が経ちました。人生って本当に読めない。無数にあった雑貨たちはフリマアプリによってチリチリになり、数える気にすらなれなかった洋服たちは今や20着程度。本当に減った。そんな私に待ち受けていたのは喪失感ではなく充足感でした。たくさん減らしたはずなのに前よりちゃんとある感覚。そういえばクローゼットに服がぎっしり入っていたあの頃、なぜか着る服がないって真剣に悩んでました。便利そうな掃除アイテムは次々とお試し。ほこりまみれのスプレーを何本捨てたかもうわかりません。手に余るほどのものと暮らしていたはずなんですが、何かが埋まらない。一つ満たしたと思うと、今度はまた次の足りないものが気になってくる。これぞ終わりの見えないモグラたたき。いつまで経っても足りない。そんな人生から救出してくれたのもやっぱり捨て活です。もうこれはある意味修行でした。思っていた以上に手放すって難しくて、すごく悩んだ結果、いるかいらないかをはるかに通り越して哲学の領域に踏み込んでいる自分がいました。私にとって大切なものは何だろう。どんな暮らしがしたいんだっけ。どんな私でいられたら心地いいかななんて。今までは自分探しって言われてもピンとこなかったけど、今私それをやれてるのかもって実感した瞬間でした。
そうやって残ったものはなんだか前よりずっと輝いて見えて、ものすごく愛おしく感じるようにもなった。大切なものがここにちゃんとある。物を減らすって何かを失う気がしてたけど、そうでもないのかも。見逃していたものを拾い集めている、そんな感覚の方が近いような気がします。最近塩おむすびが妙に美味しく感じるのは、そんなことが関係しているのでしょうか。それではまたお会いしましょう。